こんにちは。今日の解説はどんな本なんだ？なんだか古そうな本だな。こんにちは。今日の主役は、E.M. フォースターの、眺めのいい部屋、よ。1908年に出版された、100年以上前の古典的名作なの。100年以上前か。それで、一言で言うとどんな本なんだ？そうね、一言で言うなら、窮屈な社会のルールを突き破り、本当の自分と愛を見つける、ある女性の覚醒の物語、ね。覚醒の物語か。面白そうだな。今日の解説は、こんなメニューで進めていくわよ。第1章で、眺めのいい部屋、がどんな本なのか、著者や時代背景を解説するわ。第2章では、ネタバレなしであらすじを紹介。物語の世界に引き込むわね。そして第3章では、この本の核心となる3つのポイントを深掘りするわ。最後に第4章で、この物語が私たちの人生に何を教えてくれるのかを考えていくわよ。なるほどな。これを見れば、100年前の古典もバッチリ理解できそうだな。まずは、この、眺めのいい部屋、がどんな本なのか、そのプロフィールから見ていきましょう。作者とか、そういう話だな。その通りよ。この本を書いた E.M. フォースターは、1879年生まれのイギリスの小説家。彼はケンブリッジ大学で学び、ブルームズベリーグループ、という、当時の先進的な芸術家や知識人の集まりに参加していたのよ。エリートだったんだな。どんな特徴があるんだ？フォースターの作品は、当時のイギリス社会の偽善や、厳格な階級制度を批判的に描いているのが特徴ね。物語の舞台は20世紀初頭、ビクトリア朝の厳格な慣習がまだ色濃く残る、エドワード朝、と呼ばれる時代よ。エドワード朝？それってどんな時代なんだ？女性の役割が厳しく定められ、社会的な底面や階級が何よりも重視された時代よ。特に上流階級の女性は、感情を抑え、決められた通りに振る舞うことが美徳とされていたの。眺めのいい部屋は、まさにそんな息苦しい社会の中で、一人の若い女性が自分らしさを求めてもがく姿を描いた物語なの。なるほどな。じゃあ、どんな人におすすめなんだ？そうね。周りの期待に応えようとして、本当の自分を見失いそう、だと感じている人や、もっと自由に、情熱的に生きたい、と願っている人には、特に響く一冊だと思うわ。ふむふむ。なんだか、今の私にもぴったりかもしれないな。それじゃあ、この本がどんな内容なのか、ネタバレしないようにサクッと紹介するわね。待ってました。物語の主人公は、イギリスの上流階級の若く美しい女性、ルーシー・ハニー・チャーチ。彼女は、年上のいとこで、堅苦しいシャーロット・バートレット付き添いのもと、イタリアのフィレンツェを旅しているの。二人は、眺めのいい部屋、を予約したはずなのに、ペンションについてみると、中庭にしか面していない薄暗い部屋に通されてしまうの。がっかりする二人、ここから物語は動き出すわ。出だしからトラブルだな。そこに居合わせたのが、自由奔放でちょっと風変わりなエマソンさんと、その息子のジョージ。彼らは、自分たちは眺めなんて気にしないから、と、あっさり部屋の交換を申し出るの。でも、いとこのシャーロットは、彼らの率直すぎる態度を、行儀が悪い、と感じて、その申し出を一度は断ってしまう。ここが、この物語の重要な対立軸なのよ。なるほど。常識、や、底面、を重んじるシャーロットと、思ったままに行動するエマソン親子か。その通り。ルーシーは、この二つの価値観の間で揺れ動くことになるの。結局、牧師のビービさんの仲介もあって、部屋は交換することになるんだけどね。そしてフィレンツェの街で、ルーシーは衝撃的な出来事に遭遇するわ。広場で突然、男が刺殺される場面を目撃してしまうの。ショックで気を失ったルーシーを抱き留めたのが、偶然そこにいた息子のジョージ。そして彼は、ルーシーに突然キスをするのよ。うわぁ、いきなり急展開だな。殺人からのキスって、これまで、両家の子女、として、感情を抑えて生きてきたルーシーにとって、この出来事は生まれて初めての強烈な、情熱、との出会いだったの。ルーシーはこのキスを、あってはならないこと、として封印し、イギリスに帰国するわ。そして、知的で家柄も良く、申し分ない婚約者であるセシル・バイズと婚約するの。イタリアでの出来事は忘れて、元の、正しい、道に戻ったわけか。そう。でも、運命のいたずらか、ルーシーの家の近所に、あのエマソン親子が引っ越してくるのよ。完璧な婚約者セシルと、自分の心の奥底を揺さぶるジョージ。二人の間で、ルーシーは本当の自分、そして本当の愛を見つけ出すことができるのか、というのが、この物語の骨子よ。王道だけど、ワクワクする展開だな。一体どうなるんだ？この本の魅力はたくさんあるけど、私が特に、これは読む価値あり、と思った革新ポイントを3つに絞って解説するわね。頼むぜ。どこがそんなにすごいんだ？まず一つ目は、眺め、が象徴する、人生のあり方、よ。この本のタイトルにもなっている、眺めのいい部屋、は、単なる部屋じゃないの。部屋じゃない？どういうことだ？作中で、眺めのある部屋、は、ありのままの世界と向き合い、情熱や真実と共に生きる人生を象徴しているの。対して、眺めのない部屋、は、社会のルールや建前に縛られた、息苦しい人生の象徴なのよ。物語の冒頭でエマソン親子が、眺めのいい部屋をあっさりルーシーたちに譲ろうとするでしょう？あれは、
彼らが、人生において何が本当に大切か、を理解していることを示唆しているの。なるほどな。ただの部屋の交換じゃなくて、生き方の提示でもあったのか。深いな。二つ目のポイントは、イタリアとイギリスの鮮やかな対比、よ。この物語では、二つの国が全く異なる価値観の象徴として描かれているの。イタリアは、情熱、自然、本能、そして愛の国。ルーシーが生まれて初めてキスをされ、感情を爆発させる場所よ。殺人事件という暴力性も含めて、生々しい、性、そのものを象徴しているの。一方でイギリスは、理性、形式、社会的な建前の国。人々は感情を押し殺し、上品に振る舞うことが求められる。ルーシーが自分に嘘をつき、婚約者セシルのように知性ばかりを重んじる場所なの。ルーシーの物語は、この、イタリア的な情熱、と、イギリス的な理性、の間で、どちらを選び取るかという葛藤の物語でもあるのよ。国の対比が、そのまま主人公の心の対立になってるのか。面白い構造だな。そして三つ目のポイントが、二人の男性像が示す、愛、の違い、よ。婚約者のセシルと、青年ジョージ。彼らはルーシーへの愛し方が全く違うの。まず、婚約者のセシル。彼は知的で洗練されているけれど、ルーシー自身を見ているわけではないの。彼はルーシーを、磨けば光る原石、くらいにしか思っていない。自分の理想の女性像に、彼女を当てはめようとするのよ。彼はルーシーを芸術品のように扱い、自分の知識で、保護、教育、しようとする。これは一見優しさに見えるけど、実は相手を支配しようとする、独善的な愛なの。うわ、それは息が詰まりそうだな。一方、ジョージの愛は違う。彼は不器用で、社会的洗練さには欠けるかもしれない。でも、彼はルーシーを、ありのままの彼女として見つめ、彼女自身の考えや感情を尊重しようとするの。彼はルーシーに、君自身の考えを持ってほしい、と願う。これは、相手を対等なパートナーとして認め、共に成長しようとする、信徒の愛の姿と言えるわ。なるほどな。ただの三角関係じゃなくて、どんな愛が本物か、っていう問いかけにもなってるんだな。最後に、この、眺めのいい部屋、が、現代を生きる私たちに何を教えてくれるのかを考えてみましょう。100年以上前の話だけど、今でも通じる教訓があるのか？たくさんあるわ。まず仕事やキャリアの面では、社会的な評価や安定、だけが全てではない、ということね。ルーシーにとってセシルとの結婚は、誰もが羨む、正解、の道だった。でも、彼女は心の奥で違和感を覚えていた。私たちも、良い会社、とか、安定した職業、という名の、眺めのない部屋、に安住して、本当にやりたいことを見失っていないか、問い直すきっかけになるわ。耳が痛いな。つい、みんなが良いって言うから、って理由で選んじまうこと、あるよな。次に人間関係、特に恋愛や結婚については、自分を偽らずにいられる相手、を選ぶことの大切さを教えてくれるわ。セシルの前では、ルーシーは、上品で教養ある令嬢、を演じなければならなかった。でもジョージの前では、ありのままの自分でいられた。パートナー選びで最も大切なのは、家柄やスペックではなく、自分の魂が自由でいられるかどうか、ということなのよ。確かに、相手に合わせてばかりいる関係は、長続きしないもんな。そして何より、人生そのものについて、この本は力強いメッセージをくれるわ。それは、自分の心の声を信じて、一歩踏み出す勇気を持て、ということ。ルーシーは何度も自分の本当の気持ちに蓋をして、世間体という、眺めのない部屋、に逃げ込もうとした。でも最終的には、自分の内側から湧き上がる情熱を信じて、婚約破棄という大きな決断をしたわ。私たちの人生にも、常識や周りの意見に流されそうになる時がある。でも、そんな時こそ自分の心に問いかけ、眺めのいい部屋、に通じる道を選ぶ勇気が、人生を豊かにするんだと思うわ。なるほどな。眺めのいい部屋、を選ぶってのは、自分の本心に正直に生きるってことなんだな。というわけで、今回は E.M. フォースターの、眺めのいい部屋、を解説したけど、どうだったかしら？良かった点は、時代を超えて共感できるテーマ性と、イタリアの美しい風景描写ね。読んでいるだけで、心が解放されていくような感覚があったわ。注意点としては、100年以上前の作品だから、少し持って回った言い方や、現代から見るとどっちつかずに感じる部分もあるかもしれないわ。でも、そこはじっくり味わうのが古典の醍醐味よ。なるほどな。つまり、この本は、こうあるべき、っていう社会の腐いに縛られてる人は、まずこの本を読んでみろ。自分の心に正直に生きるための、最高の教科書だ。って感じなんだな。うまいことまとめるわね。この本が気になった方は、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてね。あなたの人生の、眺め、を、きっと変えてくれるはずよ。このチャンネルでは、これからも皆さんの知的好奇心を刺激する本をたくさん紹介していくので、チャンネル登録と高評価もぜひ、お願いしますね。それじゃ、また次の動画で会おうぜ。